こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金として多くの方が活用しているキャリアアップ助成金について解説をしていきたいと思います。このキャリアアップ助成金、多くの会社では正社員化コースを活用しているかと思いますが、コースの中にはですね、社会保険適用に関するコースというのもあります。こちらは以前、年収の壁突破に関するものとして、キャリアアップ助成金の中に社会保険適用時というもののコースが設けられましたけれど、令和7年、2025年6月に年金制度改正法が成立をした関係で、従来あったものにつきましては暫定措置ではありましたので、それに代わる恒久的なコースとして新しいコースが設けられました。したがって、今回設けられた新しいコースというのは、年収の壁対策で、従業員の処遇の改善、そして企業にとって人手不足を解消というのを目的として作られたもので、新しいコースでは1人最大75万円助成が出るといったものになります。今回の概要ですけれど、まずは社会保険に関する年収の壁について見ていきたいと思います。そして多くの方が活用しているこのキャリアアップ助成金、まずは全体をざっと確認をした上で、今現状設けられているコースとして社会保険適用時処遇改善コース。こちら暫定のものになりますけれど、そして新しく作られた今後恒久的な短時間労働者労働時間延長支援コース。こちらを解説をして最後に注意点とまとめという形になります。まずは社会保険の年収の壁問題。年収の壁と言いますといろいろありますけれど、社会保険に関しましては106万円の壁、130万円の壁というのがあります。106万円の壁に関しては従業員数が50人を超える企業において20時間以上で勤務する場合、そしてその企業以外に関しては130万円の壁と言われるもので、やはりここの壁を越えてくることを恐れて稼働調整をするというのが問題になっていた。ここに関しまして、令和7年6月に年金制度改正法が成立をして、まずは3年以内に賃金要件、こちらが撤廃という形になります。そして今現状は50人を超える企業が適用になっておりますけれど、今後企業規模をどんどん下げていって最終的に廃止という形になっております。従いまして今後ですね、どこの企業においても社会保険に適用せざるを得ないという方が出てくるかと思いますので、そういった企業に対して新しく設けられたものが今回のコースという形になります。まずはキャリアアップ助成金全体を見ていきたいと思いますけれど、キャリアアップ助成金とは非正規雇用労働者の方のキャリアアップを促進するための正社員への転換ですとか、処遇の改善の取り組みをした事業主に対して助成をするものという形になります。そして大きく分けると正社員化支援というものと処遇改善支援というものに分かれますけれど、正社員化支援は正社員化コースと障害者正社員化コースの2つが設けられております。多くの企業では正社員化コース活用しているのではないでしょうか。そしてその他として処遇改善支援として賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与退職金制度導入コース。そして暫定的に設けられておりますけれど、6番目の社会保険適用時処遇改善コース。こちらですね、令和8年の3月末までの暫定ではあるので、こちら今回中身を見直しをした上で、7番目として短時間労働者労働時間延長支援コースというのが新しく設けられて、今後これが恒久的に活用されていくという形になってくるかと思います。
では、従来ありました社会保険適用時処遇改善コース、どういったものなのかについてですけれど、こちらは令和8年3月31日までの暫定措置ということになっておりまして、雇用する短時間労働者に対してですね、いずれかの取り組みを講じた場合に支給をするものという形で、社会保険の被保険者になって賃金総額を増額させる、または、週の所定労働時間を4時間以上延長をして社会保険の被保険者とするという形になっておりまして、メニューとしては全部で3つ、手当を支給をする、労働時間を延長する、そして併用するという形で、今回見直しがありましたのが労働時間延長メニューの部分になりますけれど、こちらは週の労働時間を延長することによって賃金が増額をしていく、そしてそれによって助成がされるといったものですけれど、こちらの部分がですね、今回新しく設けられたコースになってくるということで、内容を見直して助成額を見直したものが短時間労働者労働時間延長支援コースと言われるものになっております。こちらはですね、今後社会保険の適用がどんどん拡大することになりますので、今雇用をしている従業員の方、働き方が変わらなくても社会保険に適用せざるを得ないという状況になってくるかと思います。その時にですね、ただ社会保険に加入をするだけでは社会保険料、個人負担分で控除されてしまいますので、手取りが減ってしまうということもありますので、それに合わせて労働時間も増やしていくという、そしてひいては基本給ですね、基本給部分の増額、もしくは待遇の改善ということで賞与もしくは退職金制度を導入をしていくことによって助成金が支給をされるというものになっております。それによってですね、中小企業、小規模、中小企業、そして大企業、それぞれ助成額変わっておりますけれど、小規模な企業、こちらは30人以下の会社を対象としておりますけれど、小規模の場合ですと、50万円と25万円で最大75万円の助成がされるというものになっております。具体的にはですね、今後、社会保険の適用となった場合の労働者に関して、週の所定労働時間を延長するということで、週の所定労働時間、5時間以上延長した場合は賃金の増額要件はありませんけれど、小規模企業の場合は50万円。また、4時間以上5時間未満の場合は、賃金の増額が 5% 以上が要件として、助成金が支給。3時間以上4時間未満の場合は 10% 以上。2時間以上3時間未満の場合は 15% 以上ということで、労働時間の延長数が少ないと少し賃金をもっと引き上げていかなければ賃金の増額要件に合ってこないということになりますので注意が必要です。さらにですね、基本給を 5% 以上の増額ですね、もしくは、賞与退職金の制度の導入適用という形になりますと、さらにですね、25万円支給という形になってきます。ちなみにですね、小規模の企業は30人以下になりますけれど、30人以下の会社が社会保険の適用になるのは2029年という形になりますので、あと4年ほどということになります。従いまして、今後、この4年間の中で従業員の働き方、よく相談をしていただいて、社会保険適用時の待遇について、今から検討をしていく必要があるかと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、まずはこのキャリアアップ助成金における労働時間延長コース、もちろんキャリアアップ計画の提出というのが必要になります。こちらは事前に届け出が必要という形になっております。ただしですね、もうすでに社会保険適用時処遇改善コースの計画を出している方につきましては、追加の届け出ですとか変更の届け出は不要という形になっております。また、今回はですね、短時間労働者の方の社会保険適用に関する処遇改善という話ではありましたけれど、一方で、高年齢の労働者が増えてきております。その場合はですね、65歳超雇用推進助成金というのも使っていただければと思います。別の動画ではご紹介はしておりますけれど、こちらこの中にですね、高年齢無期雇用転換コースというのがあります。
令和7年度においては少し助成額が減額はされておりますけれど、50歳以上定年未満の有期の方を無期雇用に転換をした場合には30万円が支給されるというものになりますので、50歳以上の有期雇用の方、雇用している場合はですね、ぜひこの65歳超雇用推進助成金の活用を検討してもらえればと思います。今後ですね、社会保険の適用拡大ということで、賃金月額要件の撤廃、そして規模要件の段階的な廃止が進んでいきます。社会保険の適用が徐々に広がっていくという形になります。今からですね、従業員の処遇改善、社会保険適用時の手取り減少というところがありますので、処遇改善も合わせて行っていただいて、今後ですね、労働時間を増やすことで、人手不足の解消につなげていってもらえればと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。